復習、膨らむには空気、つまりガスを作ることが必要でした。それを微生物の力を利用して作りましょうという回です。生物編を始める前の今回のポイント、酵母についてです。微生物である酵母は目で見えないくらい小さいのでイメージで理解しましょう。パン酵母は糖を食べて炭酸ガスとアルコールと香りなどを出します。20度以下になると活動しなくなり、40度以上になると雑菌の繁殖などあり死んでしまいます。温度をコントロールすることで酵母が元気に活動できることがポイントです。物理変や化学変と違ってガスを出すのはゆっくりです。そのガスが焼き上がるまで抜けないようにしなければなりません。そこで次に小麦タンパクがポイントとなります。小麦タンパクであるグリアジンとグルテニンが水と一緒になってこねるとグルテン組織を作ります。これが網もしくは風船のような役目を果たし、ガスを逃さなくなるんです。小麦粉はタンパク質量が多いものから強力粉、その次は中力粉、薄力粉と少なくなります。パンには強力粉です。だいたいタンパク質量が 11% から 13% ぐらいです。で、麺を作るときは中力粉、ケーキなどを使うのは薄力粉となります。パンの材料は粉を 100% としたベーカーズパーセントで表記します。強力粉はお米と同様に種類や産地がたくさんあります。酵母もインスタントドライイースト、生イースト、果物から育てる天然酵母、製品として売られている天然酵母にも予備発酵が必要なもの、予備発酵がいらないもの、インスタントドライイースト同様に使えるもの、それ以外にもサワー種などたくさんの種類があります。またバターは何も表記なければパンなら有塩バター、お菓子なら無塩バターを使います。では田舎パンを作っていきましょう。手ごねは強力粉 100g でこの通りの配合でしています。小さいのが4個できます。機械ごねもできますが、こちらは3倍の 300g にしてますので他の材料も3倍です。いろいろな酵母で習ったりしましたが、週末に翌週の朝食用パンを30年くらい焼き続けています。お味が私の好みで、カメラが趣味で出かけたりするので、一次発酵に6時間以上かかるのがライフスタイルに合っていると、いつも手干しの天然酵母を使っています。後ほどのパンコースで酵母についてもいろいろ詳しく説明させてもらいます。予備発酵は瓶とスプーン、水を入れてレンジで1分チンして簡易消毒終わりです。そのまま放置、翌日くらいに大きな泡ができ、たまにかき混ぜて 2,3 日くらいして放置するとごま粒くらいの泡になって予備発酵終わりです。予備発酵ができましたら、こんな風にトロトロになります。で、軽くラップをして冷蔵庫で保管しておいてください。では計量です。ボウルに強力粉 100g、砂糖 5g、塩 1.8g、酵母 7g、水 54g 測っておきます。次は粉なんですけれども、塩と酵母が直接当たると酵母を弱めてしまうので、一旦粉をかき混ぜます。砂糖を入れて、塩を入れて、一旦直接当たらないようにかき混ぜてしまいます。それで酵母のこの液の中に水を半分くらい入れてください。きれいに溶いて中に入れてやります。そしたらぐるぐるかき混ぜてください。水が入っていくのに少しタイムラグがありますので、様子を見ながら水を加えていくようにしてください。
ある程度混ざったらボウルから出してやります。それでこのままコロ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 していきます。叩いたりする人いますけど、そんなに強くしなくてもコロコロ転がすだけでグルテンはできてきます。これで15分ぐらいこねたらいいです。手についているのも早い段階で取ってやります。だんだんこうザラザラしてたのが塊になってツヤツヤになってくるのがわかるかと思います。部屋の湿度とかにも関係するんですが、時々こう乾燥してきたなと思えば手をちょっと濡らしてやって、でちょっと水分補給してやってください。それでコロ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 続けます。さっきよりツルツルになってきたのが分かりますかね。15分くらい続けているとグルテンができてきます。出来上がりを確かめるにはグルテンチェックをします。力の入らない、小指とか薬指とかで広げていってみてください。ちょっと一部分取って中指、薬指で今広げていってます。徐々に急にするとちぎれちゃうので、薄くなっても切れないのが分かりますかね。こうなればグルテンができている証拠です。そしたらこれで終わりになりますので、表面を整えて、この状態でボウルに入れてラップをします。こねが終了したらラップなどして乾燥しないようにしましょう。機械でこねるのも次やります。ここに 300g の小麦粉が入ってます。そこに砂糖、3倍量の砂糖、塩を入れます。で、かき混ぜます。そこに酵母ですね。お水の半分を入れてやはり水分が入っていくのがちょっとタイミングがずれますので、徐々に水を入れていってやります。
これぐらいになったら完成です。市販されている発酵機は温度と湿度のコントロールができるものです。オーブンについている発酵温度は湿度の添加ができないんですけれども、ビニールでかぶせたら大丈夫です。もちろん室温に置いてもらっても結構です。表面が乾燥すると硬くなって大きく膨らまなくなるので大敵です。30度くらいで6時間、20度であれば12時間放置して一次発酵です。そしたら一次発酵が終わりました。こんな感じです。一次発酵の発酵状態の見極めはフィンガーチェックをします。指に粉をつけ、真ん中にぐさっと刺してみます。で、穴が縮んでいくようであれば発酵不足、ボソッと落ちるようであれば発酵です。では分割です。こういうスケッパーでやります。取るときはこれで取ります。一旦強力粉をここに振っといて、ここにも振っといて、取り出します。重さを測って4等分します。大切なポイントは押し切りです。このスケッパーでスパッと切れば切ったところしか網目は切れません。そこさえ閉じればガスは逃げませんが、ギコギコ切ると周りも傷めてしまうので、たくさんのところからガスが抜けてしまいます。たくさんの人が手をつないでいるのを想像してください。揺らすと全体にガスが抜けていくけれど、2人の間をスパンと切ればそこからしかガスが出ませんね。こういった感じです。大きさを揃えるのは焼きムラができないようにするためです。そしたら丸めをします。きれいな方を下にして軽く押さえます。向こう側にやります。で、こちらにしてやります。これを3回して引いていきます。こんな感じで綺麗になってるの分かりますかね。表面が張っていってるの分かりますかね。こういう形で4つ丸めました。そしたらベンチタイム10分ほど置きます。こんな風に濡れ布巾で覆って乾燥を防いでください。ベンチタイム10分ほど生地を休ませました。刺激してギュッと閉じた手を緩めるイメージです。これがないと伸ばすことができません。そしたら成形です。今回はそのまま丸めます。一旦ガスを抜いて、また同じ要領ですね。で、ここを閉じてしまいます。これで終わりです。ガスを抜いて、手の中で転がしてもできます。ここを閉じます。同じ要領ですね。ここが張ってきてるの分かりますかね。で、ここを閉じます。弾力のある感じですね。こっちは柔らかいですよね。もう一回やります。
こを閉じます。これで完成です。そしたらオーブン皿にクッキングペーパーを引いてその上に並べていきます。でこのままオーブンの発酵機能を使うと乾燥してしまいますのでビニールで覆います。パン生地がくっつかないようにビニールを覆ってから空気入れてやります。これで発酵機35度で約1時間2次発酵します。こんな感じに2次発酵が終了しました。大きくなっているのがわかるでしょうか。では200度に予熱したオーブンに入れ12分から15分焼きます。焼き上がりました。ちょっと粉の引き方が足りなくってうまくひっくり返せずにくっついてしまったのでこんな形になってしまいました。同じ材料発酵していても成形の仕方焼き方によってこのように全く違う食感のものになります。大型のものは230度くらいの高温でレンガや天板を焼き生地を入れたらレンガに水をまいて蒸気を発生して焼く蒸気焼成という方法です。食物アレルギーとは特定の食物を摂取することにより免疫システムが過敏に働き体に不利益な症状が現れることです。牛乳で下痢をするといった乳糖不耐症や細菌やウイルスなどによる食中毒などは含みません。原因物質は食物に含まれるタンパク質です。食物を摂取し腸管から成分が吸収される際に体が特定のタンパク質を異物だと認識すると血中の IgE 抗体免疫グロブリン E と呼ばれるタンパク質が反応してアレルギー症状が出ます。販売されている商品を監視していた時米粉パンが目に入りました。材料を見てグルテン添加してないんですかと尋ねるとしてますと返事。それ小麦グルテンですから表示しないと違反ですとして指導したことがあります。米粉パンなのに小麦アレルギーを起こす人がいて不思議だという人がいますが、もうお分かりですね。パンを作るにはグルテン、つまり小麦タンパクが必須です。バナナブレッドやソーダブレッドは物理的に入れたり化学変化でガスを発生させているのでここでいうパンの分類に入れてません。最近はグルテンフリーの米粉が売られるようになりましたが成分をよく見ると増粘剤と書いてあるものが多いです。グルテンの代用ができるのか、米粉に引く場所では小麦粉も引いてないのか、つまりコンタミはないのかといろいろ考慮すると全くの別物なのでおすすめはできないです。米粉にアミノ酸を添加してグルテンフリーと表示しているものもあります。義務教育ででんぷんは消化酵素で分解されてブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸になると習いましたね。この種の米粉には小麦アレルギーの方は少しずつ試すよう注意書きが添えられています。これではアレルギーの方への情報としては不適切です。食品アレルギーをお持ちの方はその食品を少しでも摂ることでひどい時にはアナフィラキシーショックを起こし亡くなる場合があります。人の死に関わることは法律で厳しく規制されています。昔は食品衛生法、現在は食品に関わる法律を一括で食品表示法で規制しています。卵、乳、小麦、そば、エビ、カニ、落花生、これにくるみが追加され、これらが少しでも入っていたら表示しなければいけません。代替表示として可能なものまで細かく決まっています。同じラインを使って洗浄していても微量混入する場合は製造所で使っています旨の表示が必要です。逆に入っているかもしれないといった可能性表示は禁止されています。皆がこの可能性表示をするとアレルギーのある方が食品を購入できなくなりますから。アレルギーだけでなく食品添加物の表示、使用についても規制されていますが、以前からそもそもその食品にはその添加物は使えないのに無添加と標榜しているお店がありました。遺伝子組み換え食品についても何もかも遺伝子組み換えでないと標榜していて実際の流通量に合っていないなど問題が多々ありました。消費者庁から無添加や遺伝子組み換え食品についての表示のガイドラインが出され2024年3月までに適正に表示することとなっています。
わかりやすいホームページを概要欄にリンクを貼っておきます。これまで物理編、化学編と全て作っていってくださっている方はお気づきかと思いますが、粉と砂糖、油脂と材料は似ているのに空気の入れ方で食感が全て違うのが面白いですね。作ったことがない人も原理が分かれば失敗することも少ないでしょうし、自分好みのものも作れるようになります。出来合いのものを顔に当たっても食品添加物に対する誤解がなくなり、表示が分かり安心して選択していただけると願ってます。次回は応用編として共立て法と別立て法での食感の違いを感じていただき、生クリームやチョコガナッシュの扱い方についても説明していきます。デコレーションケーキとしていちごのショートケーキ、チョコガナッシュケーキを作ります。いいじゃんと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。